明けましておめでとうございます。小玉です。2023年も引き続き動画投稿を続けていきますよ。さて、お正月です。年賀状を作ります。2022年は寅年ということで BB 戦士の小ガンダムを使い年賀状にしました。2023年の干支はうさぎ年です。どうしようかなと積みプラを眺めて、うちで唯一うさぎっぽさのあるキットがこれでした。ギルティプリンセスメイドロイドアリスです。マックスファクトリーのプラモデルです。発売は2021年。不思議の国のアリスとバニーガールがモチーフになっている感じでうさぎっぽさがあります。初めての美少女プラモなので緊張しますね。いくつか買って積んでいるんですけど、肌の塗装とか難しそうだなぁと手をつけていませんでした。それでは開封。箱は横から開くタイプですね。プラモデルでは珍しい気がします。まず説明書と水転写式デカールです。それから台座です。形状的に自立させるのは難しいと思うので、台座があると飾りやすくていいですね。こちらは担保印刷済みのフェイスパーツです。組み立てるだけでも可愛い顔を表現できます。表情は4種類。微笑み顔、叫び顔、笑顔、それから冷酷顔です。冷酷顔は他の表情と毛色が違ってかっこいいですね。それから塗装のない表情パーツも4種類付属します。デカールを使ってもいいですし、塗装をしてもいいですし、好きにカスタマイズすることができますね。こちらのハンドパーツなどは軟質の PVC 製になっています。ハンドパーツは握り手、開き手、持ち手の3種類あります。ランナーは全部で21枚。パーツの少ない小さいランナーもあるので、量はそんなに多くないなという印象です。美少女プラモってパーツが多くて大変そうな印象だったんですけど、このキットは作りやすそうでほっとしています。こちらは説明書です。フルカラーでとてもわかりやすいです。このキット、初めてプラモデルを作る人でも作りやすいと思いますね。全体的に丁寧に親切に設計されているなぁと感じます。挟み込むパーツの向きを間違わないように軸の形が左右で違ったりするんですよ。ちょっと感動しました。制作を始めます。今回は仮組みはしません。美少女プラモは初めてなので髪の毛とか細いパーツを折ってしまいそうな気がするんですよね。パーツを2度切りして丁寧にカットしたら合わせ目を消していきます。パーツとパーツを合わせた時にこんな風に本来はないはずの線ができてしまうので接着して消していきます。プラスチックを溶かすセメント系の接着剤を接着面に塗って接着。乾燥して固まったらヤスリをかけて接着跡をきれいにします。腕や足などガンプラ以上に合わせ目消しの効果はありそうですね。次に肉抜き梅ですが、目立つ肉抜きは後ろ髪ぐらいです。このパーツ大きく肉抜きがあるのですが、きれいに埋められる自信がないのと髪の毛の内側なので組み立てた後はあまり目立たないだろうと考えて、今回はこのままにして制作を進めます。合わせ目消しをしたパーツとゲート跡にヤスリをかけて整えます。足のパーツなど削りすぎるのが怖いのでペンサンダーは使わず紙ヤスリを使ってヤスります。パーツを超音波洗浄機できれいにしたら乾燥を待って塗装に入ります。今回塗装に使った塗料はこちらです。グラデーションを入れて塗装をしたので使用した塗料が多いです。いつものように基本はクレオスのラッカー塗料です。エアブラシを使用して塗装を始めます。1回目の塗装です。各パーツに基本の色より少し明るい色や少し暗い色を使いグラデーション塗装をしていきます。事前に美少女プラモのグラデーション塗装の仕方を動画を見たりして調べたんですけど、なかなか参考動画のようには塗装できません。なんであんなに綺麗に細吹きができるんだと四苦八苦しながら塗装しています。フェイスパーツは手を加えずに担保印刷されているものを使うことにしました。パーツを見ていてこれより可愛くはできんだろうって気持ちになってしまったんですよね。肌の色は塗装をしない顔と手のパーツに合わせて調色をして他の肌のパーツに塗装しています。肌の塗装用に
美少女フィギュアフレッシュセットを購入したのですが、そのままは使えなかったですね。髪の毛パーツの塗装用に、こちらもキャラクターの髪の毛塗装用のラスキウスアウラシリーズのブロンドを購入しました。こういう専用の塗料は塗装の難易度を下げてくれて助かります。積極的に活用していきたいですね。肌と髪の毛の塗装は美少女プラモの重要ポイントだと思うので、何度も重ね塗りをしてグラデーションを入れました。最終的に髪の毛と肌はこんな感じになりました。個人的には満足しています。1回目の塗装が終わりました。2回目の塗装です。パーツ分けが優秀なキットですが、胸部と腕輪のパーツは塗り分けが必要です。マスキングをして塗り分けます。マスキングテープを細かく切って、カットした綺麗な面を使ってマスキングをします。こんな感じになりました。塗装をします。うまく塗り分けられたかな？少しマスキングがうまくできなかったところがあります。ここは筆塗りで修正します。あまり目立たないところで良かったですね。2回目の塗装が終わりました。最後のエアブラシ塗装です。ゴールドとメタルブラックの塗装をしますが、ここはより重みのある金属らしい塗装にしたいので、下地としてウィノーブラックを使って黒く塗装をしています。いい色に塗装できています。水転写式デカールを貼り付けます。デカールを水に数秒つけて台紙から浮いてくるのを待ちます。接着面には接着力を高めるためマークセッターを塗布しておきます。デカールが浮いてきました。台紙からデカールを滑らせてパーツに乗せ、場所を決めたら綿棒をコロコロして余計な水分を吸い取ります。綿棒が乾いているとデカールも一緒に吸い付いてしまうので、綿棒は水で湿らせています。今回墨入れはくどくなるかなと思ったのでしていません。作例でも墨入れをしていないようですし、最後に各部を光沢、半光沢、艶消しでそれぞれ艶を整えて完成です。組み立てていきます。工作や塗装が終わって最終組み立てしている時は何とも言えない至福の時間ですね。メタルブラックで塗装した頭身のパーツ、質感がすごくいいです。重厚感のある剣になりました。ギルティプリンセスは人気イラストレータートニー氏のデザインをもとにプラモデル化したシリーズです。バトルメイデンと呼ばれる美少女たちは童話や神話がモチーフになっています。アリスはやっぱり不思議の国のアリスがモチーフなんでしょうね。剣の名前もボーパルソードですし、トニーさんのイラストいいですよね。繊細で透明感があってセクシーなイラストでも上品ですし、イラストを見ながら少しでも近づけたいなーって制作をしていました。可動範囲は正直そこまで広くないですね。腰をひねったりできないですし、髪やスカートなど干渉するところも可動を制限してしまいます。それではこのアリスを使って年賀状を作ります。イメージとしては小さくなったアリスのお茶会みたいな感じを考えています。カップやお菓子、それっぽい瓶などを用意しました。これをうまいこと配置して可愛らしくしたいんですが、ああでもないこうでもないと並べて最終的にはこんな感じになりました。この画像を適当に編集して2023年の年賀状を完成させます。2022年は動画投稿を始めて個人的に少し変化のある年になりました。チャンネル登録やいいね、コメントなどをしてくださる方もいてとてもモチベーションになっています。ありがとうございます。2023年も引き続き動画投稿を続けていきます。今年もよろしくお願いします。